皆さんこんにちは。イラストレーターのミミです。ちょうど X でこちらのポストをたくさん見ていただけたこともあって、ウルチュルで透明感のあるガラスっぽいモチーフを誰でも簡単に描ける方法をまとめて動画にしてみました。この動画を最後まで見ていただければ、ガラス玉、色付きの飴やグミ、宝石、水や汗、涙などイラスト制作でリアルに描写できるとクオリティがぐっと上がって見えるような透明感のあるモチーフたちを簡単にウルチュルに描けるようになるはずです。ぜひ最後まで見てバッチリマスターしていってください。まずは共通する基本の原理から解説します。これさえ頭に入れておけば大体のものはウルチュルの透明にできますよ。ガラスの輝きは複雑に見えますが、何の反射なのか整理すれば意外と簡単です。大きく分けて2つの反射があります。それが内側の反射と外側の反射です。ガラス玉に光を当ててみると、まず表面に当たって反射します。これがハイライトになります。ここから内側に光が入っていって、床に当たって反射します。そしてその光がまた内側で乱反射して、光が下の方に集まった感じになります。これが内側の反射ですね。外側の反射は、床や窓の映り込みなど、周りの環境から影響を受けてできた反射です。影の落ち方にも反射の影響が出ますね。ガラスを通り抜けてきた光が集まって反射するので、影の真ん中が明るくなります。ガラス玉と床の接地面の際に物体そのものの影がキュッと落ちると抵抗感が出ていい感じになります。今話した基本の原理は他の透明モチーフにも大体共通しています。光源が逆になるみたいな感じで覚えてもいいのですが、今の原理を頭に入れておいた方が形が複雑になっても対応できるし、絵の中の状況に合わせて描くことができるようになるので、応用が効いてとっても便利です。この後は実際に絵の中のモチーフを描きながら解説していきます。それではまず飴の描き方から解説します。これは宝石やグミなど透明感はあるけど色がついたものの参考になると思います。はじめにこの絵の光源を確認します。右上からの光が強い環境ですね。ということは右上にハイライトが来てその周りは暗く、飴の中を通り抜けて乱反射した光が下に溜まるという感じになるはずです。皆さんも一緒に描いてみましょう。飴のベースレイヤーの上に新規レイヤーを作り、クリッピングします。クリッピングしたレイヤーのブレンドモードを上残にして、右上部分を暗くしていきます。今度は下側の明るさを作るために新規レイヤーを追加、クリッピング。レイヤーモードを追加にして下部分の明るさを描いていきます。ついでに光の入り口、ハイライトも少し入れちゃいます。ある程度描いたらレイヤーを結合してまたレイヤーを作りクリッピング。この作業を繰り返して基本の原理を守りながら書き込んでいきます。ちなみに
グミや粗めの宝石であればこれくらいの書き込みでも大丈夫です。ここからさらに書き込むことで透明度を上げてウルチュルの飴玉にしていきます。ここから周りの環境で取り入れている反射光の色味を飴にも少し反映させていきます。周りの環境をしっかり意識して取り入れることも透明感を出すためにとっても大切です。周りの色をスポイトしながら取り入れつつ、基本の原理を損なわないように気をつけながら書き込んでいきます。最後にハイライトをキラッとさせたら、ウルチュルの飴完成です。続いて涙の描き方です。まず水滴を置きたい部分に肌の影色をくるくるとのせます。位置が決まったら指先ツールを使って雫型にぼかします。ペンの動かし方はこんな感じです。次に際にもう少し暗い影をキュッと入れてなじませます。中間部分にも少し暗い色を追加。ハイライトと反射した光を描いて、基本の原理に合わせて整えたら完成です。めちゃくちゃ簡単ですよね。ベースカラーをスポイトして定山モード、追加モードで描き分けてるだけなので、このやり方ならどんな肌色でも涙や汗がかけちゃいます。最後に水の描き方を解説します。まずは水を描きたいところにざっくりと輪郭を描いていきます。ちょっと今回意味のわからない空中に描いてますが、解説のために絵のコンセプトとかは無視します。透明なものを描く場合難しいのってモチーフが重なっている時と真っ白背景の何もないところに描く時だと思うのですが、周りの色をスポイトして取り入れまくることである程度それっぽくすることができます。反射してもおかしくなさそうな色を取り入れてはぼかす。グレーっぽくなったところをハイライトを入れたり髪の暗さを透かして締めることでコントラストを上げるとだんだん透明度も上がっていきます。混乱してきたら基本の原理を思い出してハイライトと暗さのたまる位置、中で乱反射する光を考えて整理します。水は流動的なので後ろにあるものの歪みを強めに入れてもそんなに不自然に見えません。思ったよりガツガツスポイトして乗せていっちゃって大丈夫です。仕上げに歪み機能を使って手では出しづらい水のよどみを作ったら、ちょっと即席だけど水の完成です。いかがでしたでしょうか？最初は難しいかもしれませんが、何度か練習するうちにびっくりするほど描けるようになるので、ぜひこの動画を見ながらたくさん描いてみてください。いつもコメントがとっても励みになっておりますので、ご質問やご感想などお気軽にコメントしていただけたら嬉しいです。また動画見たいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。